現場ボーン。中央クレーターの分水工事が終わりアクシオに完封勝利した我らのビーバー。平穏を手に入れたがまだまだ楽園とは言えない、ビーバーよ、さらなる発展のためもっと働くのだ。大規模工事が終わり手すきのビーバーよ、ダイナマイトの設置をせよ。ヒーハー、ダイナマイトの在庫は500以上あるぜ。はい、干ばつ19日。ロングライン葉っぱそう、ロングライン葉っぱとはただの灌漑工事である。ちょっと潤ってない土地を放水場で緑地化。でそこは多くをずらー。また丸太の在庫がなくなってるじゃねえか。ほんとお前無計画だな。さあせーん。自動揚水ポンプで灌漑しているところは、新たに放水口を作り、西のクレーターに自動で貯水するように改善しました。そして自動給水ポンプ止めてるの忘れて全部しおれた。あ、やば自動給水ポンプ稼働。一気に大地が潤っていく。いのちの水。まあその命奪いかけたのお前だけどな。てへ。汚水混じりの水をきれいにして貯水作戦、成功であります。これで西のクレーターはいつも潤ってる感じになりそうだぜ。テラフォーミング作業員が暇そうだったのでお仕事追加中。ちまちま大地が増えております。難航してる汚水の源の排水溝工事は未だ終わらずやっとります。もう数サイクルやってるけど、設計がまとまらずぐだってるな。水位や幅とか考えてたらわけわからなくなってしもうた。結果水位が下がりすぎて、汚水ポンプが汚水汲めなくなっちゃった。悲しきビーバーのめんどくせえ爆弾ぶっぱして作り直してやんよー。ビーバーのそれは脳筋の親戚。東南のクレーターは稼働中だけど汚水濃度が下がりすぎで微妙。生成物の在庫はまだあるけど、汚水の在庫が空っぽになっちゃったな。背中をかくビーバーを眺め一休み。あら可愛らしい。長年放置してた初期の小さい水車解体。シャフト代わりにしてたけど解体して再利用だ。動力のなくなった発工場移築。隙間産業。地形ブロックで改善。このマップ使える土地が少ないから、ちまちま拡張するの地味に大事だぜ。干ばつ終了。楽勝すぎて語ることなし。家の前灌漑じゃー、葉っぱー。夜になる前に足場を工事するんだ。家に入れなくなるぞー。ちまちま灌漑した結果、この潤った世界でございます。汚水の源も分水して悪潮対策も終わったから、この世界はほぼ静した感じになってきたな。さて今度は干ばつ23日。まあ何の影響もなかろう。葉っぱー。西のクレーターの底下げ工事か。水中のデコボコが気になりだして、着手したら止まらなくなっちゃった。貯水は十分あるというのにこの爆破ジャンキーは。さてさっき掘った灌漑用水路にシャフトも埋めよっと。用水路にシャフトを埋め足場で道を作る一石三鳥。これができるビーバーの匠の技だ。吹き飛ばー。魚盛大に山吹き飛ばしておる。ここは家から離れてるし適当に植林かな？大規模工事はしてないから、丸太不足もそろそろ解消しそうだな。ならばここも灌漑、ダイナマイトずらー。500あった爆薬の在庫がもう100になってる。家の前の灌漑シャフト道工事ほぼ完成。これ便利なんだけど全部水路埋めちまうと見た目が微妙。さてちまちました改善してたら、丸太も復活してきたので大規模工事。水没してる鉄鉱脈を堤防で囲って水抜きだぜ。こりゃ丸太がまたなくなりそう。脳筋ゴリ押し設計。接続部分はこんな感じに回収予定だよ。好きあらば橋を架ける。中央クレーターの水門の位置をちょい変更。水車回すためか？でも干ばつ中はそこ水止まるからな。まあお試しで。はっぱぱぱー。また灌漑か。いのちの水。吹き飛ばされた山の跡地は綺麗に緑地化されました。さてここも多く植林しときますか。爆薬在庫100切ってるし丸太もゼロだし、そろそろ何もできなくなるぞ。まあ急ぐ理由もないしのんびりやりましょ。暇つぶしにデコデコして、ビーバーの福利厚生が少し向上。あやばい土砂の在庫もなくなった。慌てて土砂採掘機を増築してるが、生成物が枯渇して採掘機が止まってるけん。そうなの？ゴーレムに施設開放するのにまだ科学ポイント必要なのを思い出し、ナンバークランチャーさん復活。そういやゴーレムの働く施設ごとに研究ポイントいるんだったな。干ばつ終了。多くが成長し丸太の在庫も復活。あ、そういえばこの辺りからパッチが当たって、汚水の色がマグマ色からサイドが変わりました。
堤防が汚水侵食しなくなったり少し仕様も変わってるぜ。水位が低くて汚水が汲めないなら大地の方を低くするまでだハッパー。爆薬の在庫激減したの絶対これのせいだ。もっと一気に破壊したかったけど、汚水不足が辛いので涙を飲んでの前倒し葉っぱでした。爆破ジャンキーの爆破欲求は尽きない。頭の中には違う建設計画があるけど、汚水がないのでポンプとタンクを急いで建設。急げ、汚水がなきゃ生成物が作れず土砂どころか繁殖ポットのビーバーも増やせなくなるぞ。そして空気の干ばつ24日。あ、そうだ汚水足りないし、ついでに北西のクレーターから組み出して除染しよう。排水しにくいクレーターは力技で除染だぜ。ってこれ汚水ポンプやない、ただのポンプや安心のビーバーのすまぬ急いで汚水ポンプで作り直してほんと汚水枯渇してる時に何してんだよ。意図かなし。中央クレーターの水源を利用した大きな水車を建設。シャフトつなぐのめんどくさそうな場所。汚水の源排水工事は相変わらず難航してるけど、ちょっとずつ進んでおります。この地形変に段差あって、見極めが難しいんだよな。ある程度目処は立ってきたからあとは資材次第かなとか言いつつまた追加工事発注してる。汚水の水位さらに下げたから今思えばこんなに土盛らなくても平気だったかも。基本行き当たりばったり工事である。汚水の分離がさらに進んだらここは干拓されるので、汚水抜き用汚水ポンプを設置。さっきの盛り土追加工事はここ干拓するためだったのな。むしゃくしゃしてやった、反省はしてない。浮気もいほどの爆弾の工事予定。水あり余ってるけど西のクレーター底下げ工事すっと無駄公共事業ダメ絶対。生成物の生産が遅れてるので汚水ポンプの近くに遠心分離器建設。近くの大きな水車の動力がしょぼく、シャフトも面倒だったので久々の回し車登場。何の影響もなく終わった干ばつの中、生成物用の大きなタンクを建設と。そんなところで寝るなぁ、しばくぞ。仲間のビーバーが横で作業してもガン無視とは、こいつなかなかの大物だな。そのダイナマイト、点火しようかな。おい待て爆破ジャンキー、それは超えちゃいけないラインだ。さあ周囲の爆弾の設置がもう終わるぞ。危ない、早く起きてー。丸太不足が解消され鉄鉱脈のための堤防が完成、スルも水没中。まあ分かってたことだ。自然に乾くの待つつもりだったけど待ちきれずポンプを設置。だがノズルが微妙に届かない。堤防壊して下げてもいいけど、めんどいから残りは自然蒸発で。ほんとお前無計画だな。ほぼ全てのクレーターの浄化が成功したぞー。北西のクレーターも汚水ポンプの水出してだいぶ浄化されたぜ。汚水の源の水位調整がやっと大丈夫そうな形に。ここの壁できたら汚水車で動力ゲットの予定。さらにその動力で動くゴーレム工場を建設予定であります。ここそういう計画だったのな。今決めた。おい。干ばつ24日が到来する中、テラフォーミング作業員を増員。盛り土の時間だ。特に意味なく西のクレーター周りをもりもり。無駄公共事業ダメ絶対通。シェシェシェ、シェシェシェ。爆破ジャンキーさんは爆破成分が足りなくなり、無駄事業を発注し在庫がないのに爆弾を設置し始めた。では除染ポットに搬入します。よろしくお願いします。シェシェシェー。さてレイムを除染してる間に、盛り土で灌漑工事でもしとくか。あいつ勘違いで土砂採掘機増築したから、土砂が倉庫にいっぱいになっちまってるぞ。丸太もいっぱいじゃねえか余ってる時に工事しとけよ。確かここに水車作るとか言ってたな。あ、水車回らねえ。ああそこはまだ工事途中だよ。もう帰ってきたのか、除染早いな。この辺はこんな感じで水位を上げる予定だったんだよ。なるほどこれなら水車回りそうだぜ。水車は奥が深いな。干ばつ終盤なのに、水源止まってる水車なのに回ってるし水車は難しいよ。水車は奥が深いな。そんなわけで安定した動力も欲しくなって、久々にエンジンも作りましょ。水車のシャフト代わりに重力バッテリーを建設。夜中にやるなよミニキーだろ。さあ声援。水没した鉱山の水の汲み上げが終了。だがまだ水没したままだ。あとは自然乾燥。エンジン前に燃料の丸太置き場建設。丸太を燃やす贅沢な時代に突入。よし、汚水車無事稼働成功。このまま複数水車作れば動力は安泰だぜ。雑魚干ばつ3終了。今回も安定の影響なし。上培養ポット増やそうとしたらなんか工事されてる。あ、それ私がやっといた。じゃこれも開発計画に練り込まねば。引き継ぎよろ。
エンジンをつなぐシャフトは見せる感じで、道の上に足場作ることにしました。埋没工事は面倒なんじゃという心の表れ。はい、回し車3強で廃用でーす。リストラビーバー。汚水の在庫も溜まったので、汚水ポンプを当初の予定地に立て直し。今のままだと道がまっすぐしけず若干もやるもんな。娯楽施設に囲まれる優遇された環境で治療中のビーバー。怪我してんのにベッド空いてなくて絶望中のビーバー。てかこんなにベッドあって足りてないとな。頭ビーバーだから自己再発防止とか考えてないな。おお、ベッドを大量に用意するんだー。だからそうじゃねえ、怪我しない街づくりをしろってことだよこのビーバー脳が。危ない仕事はゴーレムにやらせろってことね。動力確保までもうしばらくお待ちください。水車の動力も引っ張って準備 OK。ではボット部品工場をずらー。てかこれゴーレムじゃなくてボットに名前変わってるな。ビーバーの最先端技術、ボット。部品を組み立てるボット組み立て所も横に建設。ボットは道具で頭の3種類を使って製造するぜ。んなわけで組み立て所の前に3種の倉庫建設。部品はすぐ組み立てられるから今回は小さい倉庫だ。部品工場のレシピ選択中。原料は板と歯車と金属。大量生産にはまだ金属が心もとないぜ。動力も心もとないので、最初に建設した汚水車も水車追加でパワーアップ。でもそことはシャフト繋がってないぞ。後でやるよ。おい。補給ステーション建ててたらグリス工場なるものを発見。これもアプデで追加されたやつかな？グリスの原料は菜種油だったのでキャッサバを一部撤去して植え替え。久々の新しい作物。小さいタンクをいくつか作って菜種油とグリスに設定。そしたらいつの間にかアイアンボット1が農地でうろうろしてました。モヒカン標準装備なメタルなビーバー。走ってる。いや遊ばせてないでさっさと仕事させろよ。あいよ。では今日から貴様はボット部品工場で働くのだアイアンボット1、あっという間に里帰り。研究ポイントを使用してボットにブーストをかける、制御タワーもこの辺に建設しましょ。ここが新たな工業区になるのも遠い話じゃないぜ。では怪我したビーバーたちのために自動河川とボット導入したとこで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。ついにボット導入に乗り出したビーバー、このまま労働のない楽園を築くことができるのか？気になる方はチャンネル登録だ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。